はじめにお手入れのね、道具をご紹介していきますね。はい。ね、真上からだとなんだかわかんないですね。はい。これ、わかります？この中にね、長寿油っていう刀用の油が入っているんですね。で、この容器自体はホームセンターなんかの油差しのコーナー。油差しのコーナーって言ってもね、なかなかないと思うんで、農機具とかの油を差すところにあったりしますね。あとは、車のところもあるかな。そんなに高いものではないです。これもね、100円しなかった記憶があります。ね、こういうのに入れて小分けにして使ったりします。はい。続いて、はい、じゃん。ね。これは、100均のアルミのケースなんですけれども、これは道具じゃないですからね。はい。この中に、はい。よいしょ。はい。布が入っていますね。これもだいぶ使っているものなんですけれども、ここに先ほどの油を染み込ませて使っているものなんですね。で、一回一回使い捨てではなくて、こういう容器にね、しまっておくとね、乾燥せずに、また次も使えるっていうメリットがあるので、こういう容器に入れて使ったりします。で、ある程度汚れてきたりしたらば、また新しい布に油を染み込ませて使うっていうような使い方をするといいと思います。で、はい。出ました。これ、ね、皆さん知ってるでしょ？ね、ポンポン。ね、正式名称、打ち粉と言います。で、打ち粉っていうのは、この丸い中に何が入ってるかっていうと、砥石の粉とか、貝の、粉って言ってもわかんないか、貝をすんごい細かくした、粉が入っていたりするんですね。いわゆる砥石なんですよ。で、これをね、よく時代劇でこうポン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 ってやってるのを見たりすると思うんですが、そういう道具になります。で、あとは、油を取るための、ティッシュなんていうものがあるといいかなと思いますね。で、このティッシュに関しても、鼻が痛くならない、赤くならない、いいセレブ的なティッシュなんてものもあるんですが、僕は普通のティッシュを使っています。その辺はお好みになるかな。うん。で、あと、昔はそれこそ和紙を使っていたようなんですけれども、和紙のがね、今ちょっと入手するのちょっと難しいしね。なので、ティッシュなんかでいいと思います。では実際にお手入れをしていってみましょう。では実際に刀身のお手入れをしてみましょう。はい。まずはね、皆さんね、刀身をお手入れするってことは中身出すんですけれども、鑑賞ですよね。一番最初にね、見て楽しむということなんですが、はい。刀を抜刀しましょう。抜いて、はい。で、中子も見たいよね。中子も見たいから、柄も外しましょう。ね、柄の外し方とか抜刀についてはね、別動画ご用意してますからね。そちらもご覧ください。はい。そしたら、ティッシュ登場しました。はい。刀身には必ず、酸化防止剤の油、長寿油という刀専用の油が引いてあります。それを必ず抜刀したら拭ってあげてください。一度でも空気に触れたらそこから劣化していくので、一回でもこのようにね、刀身を外に出したら油は拭き取ると。でね、これ今僕さらっとやっちゃいましたけど、初めての方は気をつけてくださいね。手切れますからね。うん。なので、僕も一番初めの頃はね、この切れない側に対して、このように当てて、結構ね、ゴリゴリやっちゃっていいんですけど、拭く。そうすると、刃側残っちゃいますよね。で、刃側残っちゃった時に、こっち側からこう、ちょっと親指出して、ぐーってこうやって拭いていたんですが、やっぱ残るんですね。ただ、初めはそれでいいと思います。ただ、これだと反対側拭けてませんよね。
ですので、ひっくり返して、刃の方に当ててこうやって拭いてもいいんだけど、これ危ないんですよ。ですので、持ち手を変える。持ち手を変えて、ティッシュも反対側の手にし、ぐーっとこう、手切らないようにね。これでも切れる場合あるからね。このように拭くと。ただ、慣れてくると、こうですよね。先ほどの状態です。取る、ひっくり返す、ぎゅー。このように取ってるんですが、この時結構コツがあって、ちょっと等身置きます。ティッシュありますよね。折る、この折り目と刃がぴったりくっついてるくらいでやると切れちゃうんですよ。なので、ちょっと、そうだな、感覚的に言って5ミリくらいをちょっとこっち側にしといて、指をこの辺りに当てると、自分の手を怪我しにくいっていうの？こんな感じ。わかりますかね？こうではなくて、こう。で、これでスーッといくと。で、もう一点。これ結構重要。この、はばきの中、ここで、はまち、胸待ち。ここも油って引いてあるものなんですよ。なので、ここも古い油がついているから、ここもしっかり取る。ね。ここはね、本当に気をつけないと、このはまちに引っかかります。ガンって。なので、手切らないようにしてくださいね。はい。これで今、まっさらな状態になりました。が、はい。中子もね、よく見てあげるようにしましょうね。せっかくね、こういう風になったんだからね。で、はい。皆さんお待ちかね。打ち粉。ね。これ、毎回やんなきゃいけないのって思われる方もいらっしゃるんですよ。なんですが、打ち粉は、そうだな、1年に1回とかにしてください。っていうのは、砥石の粉なので、この上に粉がかかるということは、自分で研いでいる状態とほぼ同じになってしまうんですね。なので、毎日やっちゃうと、目に見えない速度で刀を研いでいることになってしまうので、せっかくね、研ぎ師さんに研いでもらった言いやすくしちゃうとお化粧ですね。刀のお化粧が全部剥げてしまう。すっぴんに戻ってしまうので、打ち粉は1年に1回くらいにしてください。じゃあなんで打ち粉を使うのかということなんですけれども、取りきれなかった油を絡め取る役割として打ち粉があるんですね。だから今の感じで言うと、コロコロと一緒ですね。ほこり取るときにコロコロ皆さんお使いになると思うんですが、そういうイメージなんですよ。なので、そんなさ、毎日コロコロしないですよね。ね、どうしたってカーペットね、傷むから、それと同じで、打ち粉もあまりそれはやらないと。ただ、今日はちょっと打ち粉も、やってみたいと思います。はい。打ち粉を使うときには、この胸側ですね。わかりますかね？胸側あたりに、トン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 。はい。こんなもんで、いいですね。こんな見えるかな？で、このようにしたら、このティッシュで、スーッと、やってあげるんですね。ちょっとこっちも。ね、あんまり振っちゃうと嫌なんですけど、そう、これで結構ね、しっかりと広がっている状態って言ったらいいかな？打ち粉がね。なので、これで、すんごい綺麗になる。ね、かなり綺麗になるので、こういうことを、例えばお盆にやるとか、お正月にやるなんていう風にしておくと、定期的な打ち粉メンテナンスができると思うので、ぜひぜひ皆さんもね、これ参考にちょっとやってみてください。はい。じゃあこれ打ち粉終わりね。もうこれ来年しかやらないからね。はい。そしたら、鑑賞します。ね。で、鑑賞を終えましたっていう風になったらば、皆さんはね、これね、ふくさですよね。ふくさなんか使っていると思うんですけれども、
服さでこう干渉しましたって言ったらば、はい、しっかりと空拭きをかけます。はい、今空拭きが終わりました。そしたら油とね、練る生地ですね。まあティッシュでも大丈夫ですよ。なんですが、油を引くための何か布ですね。用意し、本当はこれ油染みってるから大丈夫なんですが、どのくらいの量かっていうの結構わからない方いらっしゃるので、ちょっとやってみますね。ほい。もう全然こんなんで、これでもちょっと多かったかもしれない。サービスですね。はい。このくらいですね。で、刀身持って、今度は、こうよりも、ね、全体にね、広げた方がいいんで、はい。今度こっち。よいしょ。親指の関節あたりの上下。なので、全体ですね。親指全体で広げるように、まずは、油を引く。はい。この状態だと、まだ、刃先、切れる側ですね。刃と、胸側、背中側、引けてないですよね。なので、ここで初めて、包んで、引いてあげると、ぎゅーっと。で、刃側も、これ、手切らないようにしてくださいね。で、今僕、慣れてるから、こういう風にやっちゃってるけど、これやると切れます。なので、挟み込んだらスッと、一回で上行く。スッと、上行く。ね、慣れてくると怖いですね。怪我したことありますよ、僕も。なので、特に、ここまで行って、ここで戻ろうとすると危ないから、絶対切っ先側では戻らないっていう風に覚えて、こう、上へ抜いていくっていうような感じにしましょう。で、皆さん忘れがちなのが、ね、先にも言いましたね、ここ錆びちゃうと、刃先がね、錆びでくっついちゃってね、どうしようもないっていう状況が生まれたりします。なので、ここもしっかり油引いておきましょう。はい。で、これで終わりでもいいんですが、これもね、年に1回の行事ですね。はい。ちょっと一旦置いちゃいますね。本当は置かない方がいいんですけど、ここも油引いた方がいいんです。中子ね。どうしたって同じ素材でできてるわけだから、ここも錆びていくわけですよね。なので、年に1回くらいはここに、油を引きたいんですけど、今、布で引いた時に、これわかるかな？手ちょっと、ツヤツヤしてるのわかります？油が残っているんですね。なので、この油をちょっと引いてあげると。もしくはね、残っていない場合には、そうだな。はい。先ほどの布とは別にしてください。ここは、酸化鉄になって、錆びた状態だから、先ほどの布と一緒にね、刀身やっちゃうと、刀身錆びてしまうので、はい。はい。このくらい、ティッシュに油を取ったらば、ちゃんと引いておきましょうね。胸側もね。で、刃先もまあ外しても結構です。これね。ちょっと外しちゃいますけど、このね、ギリギリのとこね、ここね。そう、ここを引いて、ちょっとこれ引きすぎましたね。はい。で、刃先を戻して、ムラないですね。はい。そしたらば、はい。ね、ちゃんと向きを見て、スッと入れる、コンとやる、はい。めくりを刺す、ノートをすると。はい。で、今僕は解説動画ですので、喋りながらやってしまいましたが、喋りながらやると、唾が飛んでしまうので、無言でやってくださいね、皆さんね。マスクしてれば大丈夫だとは思うんですが、基本的には、油を引く、ノートをするっていうまでは、無言でやるようにしましょう。